ラガマフィン念仏者東の玉水山の大事な話。何万ダーブ、何万ダーブ、何万ダーブ。ラガマフィン念仏者の東野玉です。はい、一般人の山師山です。こんにちは。いあ、つもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい。実はですね、我々 YouTube を始めて1ヶ月経ちましたね。綺麗に。はい、そうです、そうです。はい、2月の6日に初投稿しましたので、はい、はい、1ヶ月経ちました。はい。はい。ありがとうございます。毎日ね、ほぼ毎日投稿していらっしゃいますけど、どうですか？はいはいはい。そうですね。ショートをね、うん一応毎日投稿していこうかなと。うん。で、その合間に、まあ1週間に1回ぐらい、メインの動画上げうんていこうかなという、まあそううんいう、頻度で今やっていってるんですけどね。1ヶ月ですけれども、うん。多くの方に、チャンネル登録もいただいて、そうですね。見ていただいて、本当にありがとうございます。いや、本当ありがたいですね。はい。なんか、こういうの始めるとね、本当にね、全然増えなくて、うんうんうみたいなね、ん。ことでやきもきしそうだけど、まあ、まだね、まだ少ないんだけど、それでもね、はい。いろんな人そうです。に見てもらってという実感は、ちょこっと持ってるそう感ですね。じですね。あと、はい。コメントとかもね、いただいたりしてますので、うんうんうん。ありがとうございます。はい。で、まあね、初めて、今日、このチャンネル見られるという方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、わからなくなる前に、どっか行ってしまう前に、チャンネル登録をお願いいたします。どっか行ってしまう前に。ああ、いや、そういうこと？なんか、スーッ途と流中で。れていって、ね、せっかうん。く、何かのね、ご縁でやはり、YouTube 上に、このチャンネルがあなたの元にこうね、表示されたということは、やっぱり、ああ、何かなるほど。私も深い仏縁を感じますので、ああ、なるほど、なるぜひね、ほど。はい、継続して、ね、視聴しはい。ていただければと思います。はい。よろしくお願いしはい。ます。はい。よろしくお願いいたします。はい。で、YouTube をね、はいはい。まあ、1ヶ月やったんだけど、じゃあまあ、そもそもね、うんうん。タマさんから、まあ、私は誘われた方なので、まそうであ、もともすね。とタマはい。さんが、じゃあ、YouTube をどうして始めたのかなっていうことを、はい。まあ、聞きたい人もちあ、らほらいるようなので、そうですね。うん。はい。それの、まあ、大元というかね、理由を、そうですね。はい。YouTube を始めた理由です今回ね。ね、ちょっとお今回は話ね、ししていただこうかと。していきましょう。ははい。いはい。そうですね。YouTube ね、そうなんですよ。始めた。まあやっぱり、これ理由がね、ありまして、はい。まあ、まず、一言で言いますと、やっぱりこの生阿弥陀仏、ね、お念仏のこう教えを通して、一つはこう、私が発信していくことで、まあ安心していただきたいとね、安心。一つはね、こう、やっぱりこの仏教で説かれていること、非常にこの現代、まあ、やっぱり不安が多い、ね、時代を、まあ皆さん、まあ生きておられる、我々もね、生きておられる、まあ生きているんですが、はい。まあやっぱり何かね、こう、ちょっと、やっぱりこう、漠然とした、まあ不安とかね、そういうものを抱えながら、生きていると思うんですよ。で、私は、このやっぱり仏教の教え、南無阿弥陀仏のね、この教えに出会って、本当に良かったなと思うことはね、まあ今、私自身がすごく、こう、大きな安心の中で、まあ人生を送らせていただいていると、すごく感じるんですよね。なので、そういったことをね、ぜひ、私がこう、その、喜びをね、こう発信すること、こなるほど。のね、仏法に出会えた。
何万ラブの、ね、教えに出会えた喜びをこう発信していくことでね、ぜひ皆様にもそういうご縁となってこの仏教で説かれていることに興味を持っていただけたらなというところが一つのね大きな目的というより私の願いですね。で、少しね経緯といいますかお話しさせていただきますと、私ね仏教の教えに出会って、仏教ねずっと聞かせてもらってきたんですけど、コロナ禍の頃ですね、まさにコロナが始まったぐらいの頃ですかね。で、いろいろこうね、いろんな日常生活ね、今までできてたことがなかなか難しくなってね、いろんなことができなくなったね、ことがあったかと思うんですけどね、皆さんも記憶にあると思うんですけど、いろいろね、やっぱり私もちょっと時間ができたというかね、一人で考えたりねする時間ができて、2020年にまずノートってありますよね。ノートっていう、ブログブログサイトなのかな、ブログサイトですかね。文章を書く、ことをメインとしたブログサイトノートっていうので、今ノートにちょっと投稿をね始めたんですよ。2020年の3月ぐらいだったかな、最初に投稿したのが。で、ノートは私すごく詩が好きなんですよ。詩ね。でそれ自分でもすごくそういう詩集とかをよく読んでて、で自分でも何かこう詩を書いてみたいなと思ったんですよね。でそれで最初は自分で作った詩の投稿からノートをね始めたんですけど、でそういった中で詩だけではなくこう私がね、感じていることとか、私がこの仏教ね教えを聞いて、いろいろこう学んだこととか、そういったこともねちょっと文章で書くように、なったんですよね。はい。でそれからねずっとノートにこの仏教のことをエッセイと言いますかね、そういうものをずっと書いてきたんですよ。はい。で主にだから私のアウトプットの場というのはこのノートで、文章でね発信するというのがもうメインの私のアウトプットだったんですけど、とあるねとある方とあるYouTuber の方ですね、YouTuber に知り合いがおりまして、でその方といろいろねちょっとお話ししてて、相談してたんですけど、やはり何かねこう自分がこう何か発信したいと、何か人に伝えたいというね強い思いがあるのであれば、やはり YouTube が一番いいよと。ね、やっぱり圧倒的になんというかこうプラットフォームとして利用されてる方、見られてる方が多いですよね。で最もなんというかこう気軽にねこう見れますし、ということでまずはねこうやっぱり何かねこう発信したいっていうのであればYouTube が一番多くの人に届くツールじゃないかということで、それもそうやなと言いますのも、そのねアドバイスをくれた YouTuber の方も今ね、かなりの視聴者
まあ、持っておられる登録者数ってやつね。そうですそうです、はいはい、もう8万人近い登録者数に近づこうと、いうぐらいの数で、まあ、非常にだからなんか説得力があってねいるので、まあ、確かにやっぱり YouTube でねこうどんどん発信していくというのがやっぱり一番多くの方にこう私のこの思い、私の願いをね届けられるツールじゃないかなと思いまして、YouTube をね始めることに なりましたよ。なるほど。ということは、まあもともと最初に言ってくれた願いとか思いっていうのは、まあ最初はブログ文書っていう形で、それをまあ形になればいいかなと思っていたんだけど、プラットフォーム数とか、その影響力とかを考えたときに、他の媒体もいいんじゃないかっていうところで YouTube というプラットフォームで挑戦をしようかというふうになったっていうことですよね。そうですね。はい、そうですそうです。なるほどなるほど。じゃあまあその今後もその文章でそういう願いを形にしたりとかお伝えすることもあるだろうし、そうですね。はい。今みたいにその対話形式だったりとか。あるいはなんかまあ一人語りみたいなところで YouTube を使ってやることもあるっていう、まあ多様なチャンネルを持ちながらというイメージでいいんですかね。そうですね。なるほど。やっぱりこう私としてはこうどんどんね、発信してアウトプットしていきたいなという思いがありますので、まあ今のところやっぱり YouTube をメインにしながらまあもちろんノートでね、文章も書いていきたいと思いますし、まあ詩の制作もね、続けていきたいなと思っております。なるほど、なるほどね。はい。そっかそっかそっか。ごめんなさい。あともう一つですね、まあ私が発信していこうと、思った理由がありまして、はい。やっぱりこの YouTube をね、こういろんなチャンネルがね、ありますよね。はい。仏教系のチャンネルもたくさんありますし、この浄土真宗系といいますかね、この南無阿弥陀仏、このお念仏の、ことをお伝えされているチャンネルというのも、たくさんあるんですけど、やはりほとんどのチャンネルが僧侶の方がやられてるチャンネルが多いなと、はいね、感じているんですよね。なのでまあもちろんね、その僧侶の方にこう教えを説いていただくというのはもう本当に素晴らしいことで、私もねYouTube を通して今の私のまあこのまあ仏教のまあ師ですよね、師匠といいますか、まあその方とも私 YouTube を通してまあご縁がありましたし、すごくこれはもう素晴らしいことだなと感じているんですけど、一方でね、じゃあその仏教を聞いて南無阿弥陀仏のねこの教えを聞いたまあ私のような一般人ですよね、僧侶ではない人間がどういうふうにそれをねこう聞いて、どういうふうにそれをこうまあ教えをこういただいて、でそれをどういうふうにこう喜んでいるのか、もっと言うなら私の人生にまあどのようなこう影響をねこうもたらしているのか、まあ、私のまあ考え方とか、まあ、私の人生観死生観に至るまでどのようにねそれがこう私の中にこう入ってきているのかとね、そういうところをね発信していきたいなと思って、で、まあ、私が知る限りですけど、あまりねそういう僧侶の方じゃなくて一般の方でこのまあ
念仏お念仏をまあ喜んでおられて、でそれをこう大々的にガーッとこう発信されているという、まあ、YouTube チャンネルが、まあ、もちろんないとは言わないですけど、まあ、やっぱり少ない、全体的には少ないかなと感じてますので、まあだったら私がやろうじゃないかとね、そういう思いも込めてまあ YouTube ね発信していこうかなという、まあ、それもね一つのね理由なんですよね。はい。ね。はい。なんていうの、まあ出家してる人ってことなのかな。そうですね。そういう表現でいいのかな。そのタマさんは、はい、出家をしていない立場っていう言い方でいいのかな。そうですね。まあ出家というか、まあそうですね。厳密に言うと、はい、出家ってなると、本当にまあ仏道修行に、まあ本来の意味で言えばね、仏道修行にこう入る。でそのためにもうあらゆるこのまあ世俗的なことですよね。まあ世俗社会ね、世俗社会とのまあそれをつながりを断ち切って仏道修行に入っていくというのがまあ本来こう出家ということなのでね。まあまあそれはまあまあ少し前回も話させてもらいましたけど、まあ自分自身でこう修行をしていくというその小道門仏教のね、でまあ呼ばれるまあ言い方といいますかね。で我々が聞かせていただいているこの浄土真宗はね、別に自分自身で修行をするというわけではないので、で浄土真宗の僧侶の方もまあ修行をされる、そういった小道門の的なまあ道のね求め方ではないと思いますので、はい。まあ要するにまずそのお坊さんになるためにはこの得度っていうねことをしまして、そのお坊さん、まあいわゆるそのお坊さんのこう資格といいますか、ね免許といいますかね、そういうものを取得されている方がまあ僧侶として活動されているという、まあまあ本当にそのシンプルなくくりで、僧侶として教えを説かれる立場として発信をされているのか、私のように全く僧侶という立場ではなく一般人でお念仏を喜ばせていただいているという立場でまあ発信していくかというのをまあ違いぐらいでまあ考えていただく認識でいいですかね。はいはい。なるほどなるほど、わかりました。はい。ちょっとそのあたりがねわかんなかったから、そうですよね。お聞きしました。はい。で、あとはね、やっぱりこの、まあ、ここにもギター置いてますけど、私はやっぱ音楽好きですのでね。あと、まあ、レゲエですよね。レゲエミュージック。ね。これもね、まあ、たまたま自分がレゲエが好きだからっていうのももちろんあるんですけど、私は、やっぱりレゲエという音楽とね、まあ、いわゆるまあ、信仰といいますかね、人々が、なんか持ってる、なんかね、まあ、宗教的なものと、レゲエ音楽っていうのは非常に相性がいいと思うんですよね。はい。というのも、やっぱりレゲエという音楽って、ね、少し、山下さんもね聞かれるかもしれないですね。このラスタというね、まあまあ宗教とまでは宗教と呼べるものではないのかも、まあラスタファリズムというかね、そういったものをまあそういう信仰ですよね。まあ自然に生きるというかね、まあ自然なものを食べて、自然な生活を送るというような、まあ、そういう、まあ、人々が持つジャマイカの人々がね主に持つ信仰なんですけど、まあ、レゲエといえばラスタっていうね、その思想とやっぱり非常に結びついて、それですごくやっぱりねボブ・マーリーがワンラブとね世界に発信していって、
で、そういうコンセプトというのも、このレゲエという音楽に乗って、世界中にガーッとこう広がっていったというところもありますので、私はね、やはりこの日本人として、この仏教で南無阿弥陀仏の素晴らしい教えを、すごい力強いね、この、レゲエというね、音楽に乗せて、届けることで、こう、世界に発信していけたらなと。そういうふうにね、考えたので、このレゲエと仏教、ラガマフィン念仏者とね、そういうことで、やっていこうかなと、思ったところでございますね。やらせてもらいましょうかと。そうですね。やらせてもらいましょうかと。今後とも。今後ともやらせてもらいましょうかと思ってます。で、そういうのでね、お話をしてて、山下さんにもね、そういう話、僕の思いをこう伝えて、ちょっと一緒にやってみよう、やってみないって、私がお誘いしたんですよ。そうですね。そうそう。で、それでね、二人で、ちょっとやっていこうかなということになったんですけれども。何か山下さんもね、私に誘われてね、ちょっとやってみようかなって感じるところとかもあったかなと思うので、何かね、少しその辺もお聞きできればと思うんですけどね。まず、何でも新しいことやってみたいからね。僕は。そう。